はいどうも、実行の研ぎ師亮太です。今日はカワトの可能性ということで、カワトについて動画にしていきたいなと思います。それでなんでカワトについて動画にしようかと思ったかっていうと、僕最近めちゃくちゃカワトにハマってまして、最近包丁を研ぐ時はだいたいカワトで仕上げることが多いです。でカワトをうまく使ってあげるともう信じられないぐらい切れ味良くなるので、今回はそこら辺のことについてご紹介できたらなと思います。まずカワトって聞いてもピンとこない方もいらっしゃると思うので、カワトの紹介を先にしていきたいなと思います。こんな感じの道具になります。こちらのカワトはここにハンドルがあって手で持って使うタイプのカワトになるんですけど、このカワトはここが空洞になってるんですけど、木材の母体にこっちに牛の皮が貼り付けてあるタイプのカワトになります。でこれ表と裏で質感が違ってて、どっちも牛皮になるんですけど、こっちがツルツルの牛皮です。で裏がふわふわの牛皮がくっついてあって、でこの裏側めっちゃ緑だなって思った方もいるかなと思うんですけど、この緑は牛皮の色じゃなくて青棒っていう研磨剤の色になります。で今のこちらの状態はふわふわの牛皮に青棒っていう研磨剤を塗りつけている状態になります。結論から先に言うと、こういう状態の皮とをうまいこと使ってあげることによってめちゃくちゃ切れ味が良くなるっていう感じになります。はい、それで僕が普段使ってる皮とはこちらの牛皮の皮とこちらのカンガルーのカワトになります。でカンガルーのカワトってびっくりじゃないですか。こちらのカワトはオーストラリアの包丁屋さんのカズナイフさんからお土産でいただいたカワトになるんですけど、このカンガルーのカワトは牛皮のカワトよりもちょっと硬めで、なかなか使いやすいので、こちらも包丁仕上げる時にはめちゃくちゃいい道具になってますね。それで僕が普段よく使ってるカワトはこの2つになります。で今回使うのはこちらの牛皮のカワトの方を使っていきたいなと思います。で使う面っていうのはこっちの青棒が塗布されているカワトになります。ちなみに青棒がどういうものかっていうと、こんな感じのものになります。こちらが青棒になるんですけど、研磨剤を油とかで固めたものになります。でこの青棒を先ほどのこっちの牛皮のカワトにこすりつけて使うっていう感じになります。で今回はこちらのカワトを使っていくんですけど、今回研ぐ包丁を紹介したいなと思います。今回はこちらのVG10 の三徳包丁、両刃の包丁を使っていきたいなと思います。でこちらの三徳包丁の今の状態は1000番で刃付けした状態になります。でこの1000番で刃付けした包丁をこちらのカワトを使って仕上げていこうかなと思うんですけど、なんで今回1000番にしたかっていうと、やっぱり包丁研ぐ方っていうのはめちゃくちゃたくさんいらっしゃるんですけど、普段1000番っていう中砥石で仕上げる方もめちゃくちゃたくさんいらっしゃるかなと思います。でその理由は結構様々かなと思うんですけど、やっぱり包丁を研ぐ時間があんまりなかったりとか、そもそも仕上げ砥石を持ってなかったりとかっていうのがあるかなと思います。普段1000番で仕上げる方にもこのカワトの可能性っていうのを感じていただきたいなと思いまして、今回は1000番仕上げにしてみました。でこちらの1000番で研いだ包丁をこちらのカワトで仕上げていくっていう感じになります。でカワトのメリットとしてはやっぱりお手軽にできるっていうのと、水を使わないので、あんまり汚れないっていうのが、かなりメリットなんじゃないかなと思います。それと砥石とカワトの違いで言うと、やっぱ砥石って、砥石自体がめちゃくちゃ硬いじゃないですか。なので砥石だと、結構研磨力が高くなってしまうんですけど、こちらのこういうカワトだと、皮って結構柔らかい材質になってくるので、カワトにこういう研磨剤がついてても、研磨力がめちゃくちゃ優しい研磨力になるんですね。なのでこのカワトで研磨した方がより緻密で鋭利な刃先の状態にできるんじゃないかなと思ってまして、そのことを今回研究していけたらなと思います。それで実際にこちらの1000番で仕上げた包丁がこのカワトを使うことによってどれだけ切れ味が良くなるのかっていうのを見ていただけたらなと思います。で今回する実験の内容としましては、こちらの1000番で研いだ包丁をこちらのカワトで仕上げていくんですけど、まず切れ味をコピー用紙を切るのとコピー用紙の筒を切るので見ていただきたいなと思います。あと丸めたティッシュも切ってみましょう。はい、それで試し切りでビフォーアフターみたいな感じでどんな違いが出るのかっていうのを見ていただくのと、顕微鏡で刃先の状態をビフォーアフターで見ていただこうかなと思います。でビフォーアフターを並べて実際に目で見ることによってこの違いっていうのも明確にわかるかなと思いますので、そこら辺も見ていただけたらなと思います。それでは今から実験スタートしていきます。はい、それではまずはこちらの紙の筒を切っていきたいと思います。で、こちらの紙の筒なんですけど、こんな感じで机の上に置いてるだけの状態になります。で、切るのはこちらの1000番で仕上げた三徳包丁ですね。
で旋盤で仕上げた状態だと、こんな感じで刃がこの紙の筒に入っていかないような状態になっています。なので旋盤で仕上げた刃先の状態だとこんな感じで表面がつるっとしてて、こういう細長い円柱状の筒っていうのは切りにくい状態になっていますね。はい、それでは続いてはこちらコピー用紙を切っていきたいと思います。はい、こんな感じになります。それで音とか聞いていただいていかがだったでしょうか。旋盤はやっぱりちょっとざらつきのあって抵抗感の感じる切れ味かなと思います。はい、それでは最後にこちらの丸めたティッシュを切っていきます。はい、こんな感じです。旋盤で仕上げてるのでもちろんティッシュは切れるんですけど、やっぱり引っかかりが多くて少し重みのある切れ味だったかなと思います。はい、それでは続きまして刃先の状態を見ていきたいなと思います。ということでこちらが旋盤で仕上げた刃先の状態になります。でこちら顕微鏡で500倍の倍率で見てるんですけど、旋盤で研ぎ上げた状態がこんな感じになります。でここがコバの表面の部分になりまして、ここのギザギザのとこが刃線になります。なので実際に切る時にかかりとかが作用してくるのはこちらの刃線の部分になります。でこっちのコバの表面っていうのは、切る時に抵抗感とかに関わってくるところになるので、こっちも滑らかであればあるほど切れ味が良くなるんですけど、で、まず注目していただきたいのはこの刃線の部分ですね。旋盤だと今こういう感じの結構粗いギザギザになっているのが分かるかなと思います。でここの刃線の部分がカートで研いだ後にどんな感じで変わってくるのかっていうのを見ていただけたらなと思います。で今回はこちらの500倍ともう少し倍率上げた写真も観察していけたらなと思うので、もう少し倍率も上げてみたいと思います。はい、ということでこちらが2000倍の倍率で撮った写真になります。で2000倍で拡大してあげることによってこの刃先の状態がより鮮明にわかるかなと思います。でこういう大きい凸凹の中にもさらにこんな感じで細かい凸凹があるかなと思うんですけど、このギザギザがあることによって、実際に切れるっていう感じになります。こういう旋盤で研いであげると、この研ぎ目見てわかるようにこの研ぎ目と同じぐらいのギザギザがつくはずです。でそれが細かいギザギザになっていて、でさらに砥石が結構硬いので、こういう旋盤で削ると、こういう大きくギザギザになるっていうのも見て取れるかなと思います。それで柔らかいカートを使ってあげることによって、ここら辺の大きいギザギザとか細かいギザギザっていうのがどんな感じに変化するのかっていうのを見るのが面白いかなと思います。ということで、実際にカートで研いでいきたいと思います。はい、それでは今から実際にこちらのカートを使って仕上げていこうかなと思います。で使うのはこちらの青棒が塗ってある面ですね。まずこちらの青棒を塗っていきます。それで塗り方なんですけど、めちゃくちゃ簡単です。このカートにこの青棒をこんな感じでこすりつけてあげるだけですね。はい、これでこのカートが最強になった状態になります。でこの青棒を塗布して強化したカートを使ってこちらの包丁を仕上げていきます。でこれ仕上げていくんですけど、この仕上げる時にこうやって砥石で研ぐみたいに包丁をこのカートに当てて研磨していくんですけど、ここで結構大事なポイントがありまして、このカートで研磨する時なんですけど、実際に包丁を研ぐ時よりもちょっとだけ寝かして研磨するのがいいかなと思います。でこの研磨する角度でめちゃくちゃ切れ味変わります。このカートって柔らかいので、同じ角度でやっちゃうと、これがカートだとすると包丁が当たったとこってこんな感じでちょっとへっこむんですよ。なので砥石と同じ角度で当てちゃうとこうへっこむことによって砥石よりも鈍角で研げてしまいます。で砥石の場合はこれが硬いので、当てたところでほとんどこのへっこまないんですよね。なんですけどこっちのカート、しかもこのカートは中が空洞になってるので、めちゃくちゃたわみます。こんな感じで。でこのたわむのプラスこの皮が柔らかいので、こんな感じでこのピニョ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 ピョコ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 なるので、なるべくこのカートで研磨する時の角度っていうのをめっちゃ大事に意識してあげてください。でこれを意識することによってめちゃくちゃいい切れ味を発揮することができます。僕がこの包丁を実際に研いだ時の角度はこれぐらいになります。なのでこのカートを使う時っていうのはこんぐらい寝かせます。この状態で研磨してあげることによってカートがいい感じにたわんでくれて、いい感じの切れ味に
なるんじゃないかなと思います。であともう一個力加減なんですけど、カートでやる時の力加減はめっちゃ優しくしてあげてください。全然力入れなくていいので、優しくストローク大きめでやってあげるといいかなと思います。それではちょっと実際にやっていきます。ということで、ちょっと台座あったのでこんな感じで台座使ってやっていくんですけど、カワトで研磨する時は砥石と同じような感じで、あんまり包丁の角度がぶれない方がいいので、持ち手付きだと空中でやってしまいがちなんですけど、できたらこういう地面にピタッとくっつけて、角度安定させてやった方がいいと思います。はい、それではちょっと実際にやっていきます。で角度はこんぐらいの角度で、この状態で優しく研磨していきます。で回数的にはだいたい5往復から10往復ぐらいでいいかなと思うので、それぐらいを目安にやっていただけたらなと思います。で以上がカートで研磨するやり方なんですけど、どうですかね。めちゃくちゃ簡単じゃないですか。これだけでカートの研磨終わりです。なのでこんな感じでめっちゃ簡単なので、包丁研いだ後って、結局バリ取りしないとダメなので、こういうカートじゃなくても新聞紙とかジーンズとかでやってあげる必要があるかなと思うんですけど、それをこういうカートに変えるだけでできるので、めちゃくちゃ手間的にはほとんど変わらないですね。ということで、このカートでどのくらい切れ味良くなったかっていうのを見ていきたいと思います。はい、それとカートで研いだ後はこの刃先に研磨剤とかついているので、しっかり洗剤とかで洗ってあげてください。はい、ということでこちらのティッシュ試し切りしていきたいと思います。はい、いかがでしょうか。いや、先ほどよりもめちゃくちゃ滑らかになりましたね。切ってる感じはめっちゃわかるんですけど、動画で伝わってるといいですね。でコピー用紙で注目してほしいのは音と切り進みのスムーズ感ですね。はい、いかがでしょうか。先ほどの旋盤の状態と比べると、めちゃくちゃ滑らかにスムーズに切れるのが分かるんじゃないかなと思います。で音もより静かになりましたよね。やっぱりカートで仕上げた方がより滑らかな繊細な切れ味になります。はい、ということで続いてはこちらのコピー用紙の筒、さっき切れなかったやつを切っていきます。はい、ということでいかがでしょうか。こんな感じで包丁をこの紙の筒に当てただけでもうめっちゃ引っかかります。でこの紙の筒に引っかかりやすい状態っていうのは、包丁の刃先がかなり鋭利にピンピンになっているのプラス、包丁の刃先のギザギザ具合がより細かい方がこのコピー用紙の筒に入りやすいんですけど、こんな感じでもう当てた瞬間に引っかかるっていうのは、めちゃくちゃ切れ味良くなってるのが分かるんじゃないかなと思います。はい、ということで切れ味のテストいかがだったでしょうか。切れ味のテストだけでもやっぱり旋盤とこのカートで比較したらもうめっちゃ違うのが分かったんじゃないかなと思います。で、今回食材切ってないんですけど、食材でも同様のことが得られるので、食材切った時もやっぱりカートの方がより滑らかで食材へのダメージが少ない切れ味になるのは間違いないですね。ということで次は顕微鏡で包丁の刃先の状態見ていきたいと思います。ということでこちらが顕微鏡の500倍で見た時のカートの仕上げた後の状態になります。でさっきの旋盤の状態と比較してどうでしょうか。めちゃくちゃ違うのが分かるんじゃないでしょうか。さっきギザギザがいっぱいあったんですけど、もうめちゃまっすぐですね。スンとすごい鋭くまっすぐになってるのが分かるんじゃないかなと思います。ただ先ほど旋盤の時にあった大きいギザギザみたいなのは、やっぱちょっとそれは研磨力が弱いので取り切れてないんですけど、だいたい全部整地できたような状態になってますね。であとこのコバの表面も見ていただきたいんですけど、コバの表面もカートで磨いたことによってちょっとつるっとしたのが分かるかなと思います。でこの横の斜めの深い線が旋盤の研ぎ目なんですけど、ちょっとここに角度違う感じで筋がめっちゃ細かい筋がいっぱい入ってるのが分かるかなと思います。これがカートで磨いた時の磨き傷になりますね。こんな感じでだいぶ深さが違うので、それでも研磨力の控えめさが分かるんじゃないかなと思います。それでは続いては2000倍見ていきます。はい、こちらが2000倍です。やっぱり刃線はかなり
揃ってますよね。でこういうちょっと大きめのチップみたいなのは1000番の名残であるんですけど、この大きいのを除けば、かなり整地されたような状態になってるんじゃないかなと思います。でここで問題なのは、結構まっすぐに見えるんですけど、この細かいギザギザはちゃんと残っているっていうところがミソですね。やっぱりこの細かいギザギザがあることによって、切れ味がいいっていうことになるので、これがめっちゃまっすぐじゃなくて細かいギザギザがいっぱいあるっていうことを覚えておいていただきたいです。であと研ぎ目にも注目していただけたらなと思います。研ぎ目が、こんな感じで深い1000番の目がまだ残ってるのは残ってるんですけど、カートの研ぎ目ちょっと角度の違う細かい研ぎ目が見えるかなと思います。これを見たらもうだいぶ深さが違うのが分かりますよね。もう1000番のはかなり深く入ってて、もう黒っぽくなっちゃってるんですけど、このカートの研ぎ目は包丁の表面がちゃんとまだ見えてる状態ですね。ここでかなり研磨力の差が分かるかなと思います。はい、それではビフォーアフターで見ていただきたいなと思います。左がビフォーで右がアフターになります。こう見るともう一目瞭然ですよね。やっぱり何といっても一番違うのはこの刃先の状態かなと思います。このカートで仕上げた後は刃線が綺麗にまっすぐになっているのが、1000番の状態だともう結構大きめにギザギザがいっぱいありますね。でこんな感じの大きいギザギザのボコッとしたチップが、カートでも取り切れずにこんな感じで少し残ってるっていう感じになります。それともう一つ見ていただきたいのはこのコバの表面ですね。やっぱり1000番の中砥石で仕上げただけの方はこんな感じで粗いんですけど、こちらのカートで仕上げた方はこんな感じでつるっと滑らかなコバになっているのが分かるかなと思います。なのでこれ切れ味にどう関係してくるかというと、やっぱりこっちのつるっとしてる方が食材切る時の摩擦も少なくなって、よりスムーズで切れ味のいい刃になります。摩擦がなくなると食材へのダメージもかなり軽減されるので、こういう状態の方が食材も美味しく切れるのが分かるかなと思います。それでは続いては2000倍の比較いきたいと思います。はい、2000倍がこんな感じですね。もう2000倍にするともうめちゃくちゃ違いますね。やっぱり何といってもこの刃線の刃先の状態がもう全然違います。このカートの方はめっちゃ細かいギザギザがいっぱいあるんですけど、1000番の方は細かいギザギザとこういう大きいギザギザが組み合わさってるんですけど、この細かいギザギザでもこっちのカートの細かいギザギザよりも粗いかなと思います。でやっぱりここら辺で切れ味の違いが出てるんじゃないかなっていう感じですね。であとコバの表面もやっぱ全然違いますよね。こういう深い研ぎ目がこっちはいっぱいあるのに対してカートの方は浅い研ぎ目がいっぱいあるっていう感じになっています。はい、ということでカートの可能性について言及してみたんですけど、いかがだったでしょうか。もうめちゃくちゃ違うと思いませんか。で僕最近このカートの切れ味にはまってて、もうずっとカートで仕上げてるんですけど、皆さんもこのカートと青棒を手に入れたら是非チャレンジしていただきたいですね。本当にびっくりするぐらい違うので、特に普段中砥石とか旋盤付近で仕上げられている方っていうのはこのカートを使うことでもう信じられないぐらい切れ味上がるので、是非試していただきたい方法になります。で今回は1000番で分かりやすいところをやってみたんですけど、次回は13000番で、ちょっとシビアな比較をしていきたいなと思います。でここは砥石の13000番ともうこのカートでどっちの方が切れ味良くなるのかっていうのをやっていきたいなと思いますので、ぜひ興味がある方は次回の動画も楽しみにお待ちいただけると嬉しいです。なのでこのカートの可能性について少しでも感じていただけた方っていうのは、こういうカートだったりこちらのカンガルーのカートだったりをこちらの青棒を使って塗布して研磨してあげることによって、お手軽でめっちゃ切れ味良くなるので、ぜひチャレンジしてみてください。それで最後に気をつけておかなければならない点としては、カートで研ぐ時にこちらの包丁の当てる角度を立ててしまうともうびっくりするぐらい切れなくなります。なのでカートで研ぐ時は砥石で当てる角度よりも気持ち寝かすっていうのをしっかり意識していただけるとめちゃくちゃいい刃がつくと思いますので、ぜひチャレンジしてみてください。であとこのカートの種類でいうと、こっちの牛革のカートとこっちのカンガルーのカートがあったら、カンガルーのカートの方が皮自体が少し硬いのと、これの場合この木が中が空洞じゃないので、こっちの方が全体的に硬めです。包丁を当てた時に角度がしっかり安定してくれるので、より精密に研げるのと、角度がなるべくぶれたくないって方はこういう感じのカートを使ってあげる方がいいかなと思います。それとあとこちらのカンガルーのカートなんですけど、このカンガルーのカートを作ってるメーカーさんが新商品いろいろ出してまして、今回ちょっといろいろ買ってみました。でその買ったやつが何かっていうと、はい、じゃじゃん、こんな感じのミニカワトとこっちの
大きめのこちら牛のカワトになります。でさっきのこっちのやつはカンガルーのカワトなんですけど、この黒いのは牛のカワトですね。でこちらの牛のカワトは今回使ったカワトと同じタイプで、こっちがツルツルの面でこっちがザラザラの面になります。でこのミニカワト、これもめっちゃ可愛いですよね。で持ち運びにめちゃくちゃ良さそうなので、キャンプとかにも持ち運べるかなと思います。であとこのカワトって研磨力めっちゃ控えめなんですけど、ちょっと切れ味戻したい時とかってこれを軽く当てるだけでめっちゃ切れ味戻るので、かなり便利です。なのでこういうちっちゃいカワトに青棒とか塗布していってあげると、もうちょっと切れ味欲しいなって思った時にこれでシュッと当ててあげるだけでめっちゃ切れ味回復するので、そういう使い方としてもいいんじゃないかなと思います。こういう感じのコンパウンドも販売されてます。でこのコンパウンドまだ使ってないんですけど、めっちゃ楽しみなんですよね。で今回使ったのはこの青棒になるんですけど、こちらのコンパウンド、青棒に似たようなものです。青棒と何が違うかっていうと、これクリーム状のコンパウンドになるんですけど、これ開けたらこんな感じのコンパウンドになります。でこのコンパウンドがこんな感じでローグリッド、ミディアムグリッド、ハイグリッドって感じで3つの粗さに分かれてます。なので砥石でいう粗砥石、中砥石、仕上げ砥石みたいな感じで分かれてるので、ここら辺の切れ味の違いっていうのもめちゃくちゃ気になるので、また次の13000番の動画とは別でカワトの徹底研究みたいな感じの動画も作りたいなと思ってますので、そちらもぜひ楽しみにしていただけるととても嬉しいです。いやカワトの徹底研究絶対楽しいですよね。もう楽しみで仕方ないんですよ僕。はい、ということでちょっと話が脱線してしまったんですけど、カワトを使うことによってめちゃくちゃ切れ味が良くなるっていうのが少しでも伝わればめっちゃ嬉しいです。それとカワトは、あんな感じで1000番当てた後にカワトで仕上げることによって切れ味も良くなるんですけど、単純に切れ味が少し低下した状態のやつをこのカワトをかけてあげることによって切れ味を復活させることもできるので、そういう使い方をするのもめちゃくちゃいいんじゃないかなと思います。それと1000番からこのカワトに飛んでもめちゃくちゃ切れ味良くなるんですけど、やっぱりできたら仕上げ砥石まで当ててあげることによって、顕微鏡で見た時に少し大きいチップがあったと思うんですけど、ああいうチップも完全になくした状態でカワトで仕上げることができるので、本当に切れ味を求めるのであれば仕上げ砥石まで当ててカワトで仕上げていただけるとより良い切れ味になるので、ぜひ仕上げ砥石まで当ててあげると嬉しいですね。ということで、カワトについて何か質問などあればコメント欄で書いていただけるととても嬉しいです。それでは今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。今回の動画が少しでもいいと思った方はグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。